の魂我がどうも皆さん、カイトです。ベイグランドというゲームを知っているでしょうか？こちらは2018年7月13日に Steam でリリースされているゲームになります。こちらをラストまでクリアしたのですが、値段以上の満足度でしたね。今回はこのゲームのジャンルやストーリー、魅力をなるべく簡潔にお伝えしたいと思います。では早速紹介していきましょう。まずジャンルになるのですが、バニラウェアに感化された横スクロールアクション RPG になります。開発者が日本のゲームに感化されており、特にバニラウェア作品に影響を受けているのがかなりわかります。手書き風のアートスタイルという作風から操作プラスアクションで敵を投げ倒し、ストーリーを進めるメトロイドバニアというありきたりなものですが、値段以上に作り込んであるのが感じ取れました。金額については後々紹介させていただきます。次にストーリーを説明すると、舞台はファンタジー世界であるミス・リリア、放浪の騎士であるビビアンは失踪した父を追って自分の一族ルーンクラフトに秘められた謎を解き明かしていきます。とてもダークファンタジーな世界なので、アンデッドや悪霊などが大量に出てくるのが好きな方にはかなりおすすめできる内容かなと。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、バニラウェアに影響された手書きアートスタイル。バニラウェアに影響されているところもあり、マップやキャラクター、アイテムなどすごく美しく飾られています。ビビアンをはじめ街の住人、そしてモンスターはリアルな描写で会話や戦闘を行うので没入感を感じ取れる部分かなと。というのもありますが、女性キャラの強調される部分に目が行き過ぎる部分をストーリーでカバーしているのが男受け狙いだなとも感じましたね。マジで出てくる女性キャラがそこに絶対目を奪われるんですよ。ちなみにバニラウェアというのは会社名であり、最近では13騎兵防衛権などを発売していたことでも有名です。こちらも良ければチェックしてみてください。比べてみると似ている部分も多くあるなと感じ取れるかなと思います。2、コマンドアクションと装備、さらにスキルツリー。コマンドアクションによるメトロイドバニアでもあり、弱攻撃と強攻撃、必殺攻撃を使い分けてダメージを与えていきます。こちらは操作しやすい入力で一番良いというか、弱弱弱強の4連コンボが強すぎるので、結構なインフレが起きるのもゴリ押し特有の面白さですね。装備自体も剣、防具、アクセサリーなど豊富ではありますが、強い装備を手に入れたら入れ替えての最大強化がセオリーになります。アクセサリーについてはビビアンの体力が思った以上に低いので HP 増加補正をかけておくのが無難かなと。そしてスキルツリーに関してはビビアンにかけれるバフになりますね。敵を倒したり物を破壊することで手に入るマナで強化でき、スキルを解放していくことにアクション動作、攻撃力、防御力など大きく補正をかけれます。こちらはマナがある程度溜まったら解放していくのがおすすめですね。このスキルの振り方も人それぞれなので自分好みに合わせていくのがいいんですよね。3、アクションが苦手な方でも大丈夫、ゴリ押しでいける回復術。回避アクションである程度の攻撃を避けることができるのですが、思わずダメージを食らってしまうのがこのゲーム。体力管理をうまくしていても一気に持っていかれることがあるので注意が必要です。ここで重要になってくるのはポーションの活用なのですが、一度使うと次回使用時までのタイムラグが発生し、すぐには回復できない仕様になっています。相手に挟まれてしまい、回復したはずなのにやばいと思った時に活躍するのはメニュー画面を開いてからの素材アイテムです。セーブポイントでの料理に使えるアイテムなのですが、単品で使っても体力が回復するという優れもの。こちらに関しても道中で無限に拾うことになるので有効活用していきましょう。ボスに負けそうと思った瞬間には体力を全回復してからタコ殴りというスタイルもできますので、どんどんゴリ押ししていきます。これが回復術。4、ベイグランドの驚愕の金額。最初に言いますが、Steam での販売価格は410円という驚異の値段設定です。見た感じ2000円、いや3000円ぐらいの作品に感じ取れる部分はあるものの、かなり良心的。結構大味なところもありますが、この内容では満足度以上の作品なのは間違いないでしょう。いやはや安すぎる。だけども楽しめる。以上になります。とても綺麗なアートスタイルのメトロイドバニアであるベイグランド。金額が410円という設定からクリア時間も8時間ほどのこの作品、マルチエンドシステムを採用しているのでクリア後もトゥルーエンドまで一通り楽しめますね。この雰囲気とグラフィックが好きな方はぜひプレイしてほしいです。きっとボディに目がいってしまう男心をくすぐられますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。